よっこいしょ。はい。ほい。ピーババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンバアビバロのババンババンバンバアビバビバビバババンババンバはービバロのはい。あなたの心に水を差す藤子さんでございます。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時くらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこにカリカリとシーバを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて、瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、白黒のクータくん、三毛猫のたまちゃん、白茶のゆりさん。画面に収まっておりませんが、グレーのぐーちゃん、チャトラのまさるくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。ねえ、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいなと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバをポチーとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はい。セリさん。はい。おひさ、寒い今夜は、いないばー。スタジオの藤子さんと楽しいライブをウキウキウォッチングでございます。ありがとうございます。G はとりあえず寒いのでね、いないと思います。わかんないけどな、みたいなね、感じだよ。で、一日一個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時にジャスティスって言います。で、なんでジャスティスって言うかっていうと、あちらにいるうさ耳をつけていて、ポインセチアを持っている、はい。黒い観音様が、はい。この番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティスって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい、では、行きますよ。せーの。ジャスティス。普段ジャスティス。ご飯に夢中ね。たまちゃんいっぱいおしっこ出たな。今日も塩入りのお湯。今日もお湯が足りなかったので、さっき沸かしたので、塩入りのお湯でございます。
ああ、塩ケチったかな。ちょっと塩の味が全然しないけど、みたいな感じかな。なんだったっけな。ポインセチアだ。ポインセチアって本来いつまで持つもんなんだろうね。なんかクリスマスの時期はね、毎年花屋さんに並んでるけれども、あれって買う人ってどうなんだろうか。ポインセチアって毎年買うもんなんだろうか。それともね、一回買えば毎年ああやって花ではないけど葉っぱが出てくるもんなんだろうかね。全然わかんないよ。これは造花だからな。ね、で、もう、今、組み立て途中のキャットホイールが、ありまして、だからね、ネジをね、こう、なんだ、電動のドリルがないからさ、手動でこう締めるんでさ、もうその部品がすげえいっぱいあって、もう疲れちゃう。大変だね。あれ、置く場所がないから、またたけしにどいてもらわないと、あそこしかもう置き場ないのでね、たけしにどいてもらわないとだよみたいなね、感じで、またたけしがね、引退、再び引退かな、みたいな、ね、感じだよ。ねえ、せいさん、久しぶりにホットおしるこドリンクで、ジャスティース、ありがとうございます。カニタさん、ジャスティース、こんばんは。放送は本日もお付き合いよろしくお願いいたします。そうだから、組み立て途中だからね、お水もちょっと移動してもらって、あそこにあるけど、おかげでにゃんこが水飲んでる姿が見えてよかったな。ね、なんか今日中に、片付けじゃない、組み立てられなくてな。猫の日動画、間に合わなかった。間に合わなかったよ、みたいなね。まあ、だからといって、ライブでやっても多分ね、ライブ中に仕上がらないと思うので、まあ、明日だな、みたいなね、感じ。さゆりさん、10年以上使用したパソコンがついに壊れて、今日からおニューのパソコンです。ああ、そうなんだね。そう、私もほんとね、やばいっていうかさ、打ち込めないの、文字が。だからね、キーボードだけ変えればいいとかっていう問題じゃなくてさ、もうキーボード変えるんだったらパソコンごと変えた方がいいっていうね、状況なんでさ。で変えるとしたらパソコン変えなきゃなと思ってるんだけど、みたいな。そんな感じだよな。壊れれば諦めもつくんだけどね。そうでないからさ、見極めがね、みたいな感じ。ギーさん、ジャスティース。藤子さん、こんばんは。ボスは本日もしぶとくやっておりますよ。そうでね、今日猫の日だったね、それはね。猫の日で、なんかいろんな人が猫の日だからか知らんけど動画出してたんで、今日は懐かしくちょっと見たな、みたいな。ところがあったね、たまちゃんね。で、今日はあれだ、朝ね、アニマルコミュニケーターの人の動画が出てきたんでさ、ああ、そうだ、そうだ、そんなチャンネルもありましたねっていうので、それを見てたかな。たまちゃんはまた腹話術、攻撃かな。ね、ね、たまちゃん入るの？よいしょ、無理やり捕まえて。無理やり捕まえちゃった。たまちゃん、おつみこれてないとダメだね。痛いな。ねえ、たまちゃん、おつみとんがってるね、これ。ね、切ってやんないと。ね、できるかな。せいさん、かにたんさん、こんばんはでございます。おきにさん、けんもちさん、かにたんさん、こんばんは。そう。で、今日はね、けんたまさんからも黒缶が届いてね。たまちゃんよかったね。今年の猫の日は。ね、みんなにいろんなのもらえてよかったね、たまちゃんね。せいさん、おきにいさん、こんばんはでございます。ね、
たまちゃん、ゴロゴロ、あったかいね。で、なんだったっけ、アニマルコミュニケーターの人のね。で、大概、なんかね、犬が多いんだね。で、犬が多いんだけど、猫があんまりなくて、で、結構ハムスターとかもあるんだね。で、今日はなんか猫の動画が久々に出てたので、それをね、かわいいね、たまちゃん。見てたんだけども、で、なんか2匹飼ってるみたいなんだね。で、なんか去年の動画だったのかな。で、能登の地震があってから、なんか猫がストレスで、みたいな相談だったのかな。で、じゃあお話ししてみますねっていうので、お話ししてみたら、なんかね、その様子がおかしくなっていうふうに思ったのが、7月とか6月とかだったかな。で、地震あったのっていつでしたっけって言って、1月です。1月1日です。つって。地震関係ないですね。とか言われて。なんか全然もう思い込んじゃっててね、その飼い主さんがね、いろいろと自分の都合のいいようになんか思い込んじゃってて、なんか相談してるけど、その相談してる内容、なんか、耳に入ってるこの人みたいな感じだったんだけどね。それでいくと、2匹猫飼ってて、なんか3匹子猫で、最初生まれて、で、1匹は里子に出して、で、残りの2匹がいるんで、まあ、兄弟なんだっていう話なんだけども、で、1匹の方は、おっとりしてるんでね、まあ、可愛がられてるらしいんだね。で、本当は一番可愛がってほしいのは、その相談されてる猫の方なんだけど、なんかその子がね、ちょっとほっとかれてる感じがあって嫉妬でね、様子がおかしくなっちゃってるらしいんだね。だからまあね、順番をその相談した猫ちゃんの方を先にね、撫でてあげるとか、ね、遊んであげるとか、ご飯あげるとか、とにかく順番を逆にしてくださいっていうね、話だったな。そっかね、そういうのもね、あるんだよねって思ってな。ね、たまちゃんはどうかな。ーっと、おやすみなさい。さゆりさん、キーボードが硬くて使いづらいです。おきにさん、おやすみなさい。今日は2月22日は猫ちゃんの日なのですね。1月11日はワンちゃんの日なのかな。そうだったっけ？ 1 月11日だったっけ？なんかあった気がするよね。まあ、もともとは犬の日があったわけじゃなくて、猫の日がなんかね、騒がれ始めたんで、で、後から犬の日ができたような気がしたけど、1月11日だったっけね。まあ、2月22日だからそうだろうね、きっとね。あと1が並ぶの11月11日だもんね。なんか1111だとちょっと多すぎる。1多すぎる、1が多すぎるとか思うから。ね、1月11日かねっていう感じだよね。もし設定するとしたらな。ので2月22日でね、なんか荷物が、届いたんで、なんか注文したっけと思ったら黒缶が届いたんでね、話やなと。ちょうど黒缶難民っていうのになってたからさ、いや、助かるわと思ってね、よかったよっていう感じだったな。で、あとは何があったかな、2月。あ、そうだ、今日22日だから、セームスでポイント22倍の日なのに、行かなきゃなって思ってたけど、忘れてた。この時間になってしまったな。ね、さすがにちょっと、ね、これライブ終わってから行くっていうね、気にもならないし、多分店終わってると思うんだよね。
10時だか11時ぐらいで多分閉めると思うから、まあ間に合わないかなって感じだけど。なんかね、毎月いつもね、22日がポイント22倍デーなんだけど、その時にティッシュ買いに行かなきゃって、毎月思うんだけど、なんか22日行きづらい日が多くってさ、なんか雨だったり出かけてる日だったりとかして、なんか全然ティッシュが買えてなくて、別にね、よそのドラッグストアで買えばいいって話なんだけどさ、まあ、せっかくポイントが22倍の日でさ、セームスで買いたいものってティッシュぐらいしかないのにさ、ティッシュは割引効かないんだよね。だからクーポンもらってもさ、クーポン使えないんで、でね、だからせめてポイント22倍だったらその時に買いに行こうと思ってるのに、だから22日って行きづらいことが多くって。で、今日はまあ久々にね、まあ家にはいるし、ね、だから行こうと思えば行けるけどっていう感じだったけど、まあ寒いんでさ、まあ寒いんでな、全然外出る気しないよな、みたいな感じだよな。今月も買わなかったから、ね、そろそろね、もう在庫がないんだよ。トイレットペーパーにしてもティッシュにしてもさ。だから買わなきゃいけないんだけどっていう状態なんだよね。いろいろとあれもない、これもない状態になってんで、今さ。そう、あれもない、これもないって言えば、そう、米の消費がさ、多くなったから、お米ダイエット、もうそろそろ1ヶ月ぐらい経つんじゃないの？何も変わってないけど。何も変わってないけど、みたいな感じなんだよね。そう、何も変わってないけどで、昨日だったかな、そのお米ダイエット1ヶ月目みたいな人の動画があったんで、あ、どうだ、私と同じぐらいだけど、みたいな感じで見てみたわけよね。で、その人は割と、まあ、ちゃんとやってるっていうか、私と同じような感じよね。ご飯と味噌汁以上みたいな。で、まあ、時々おかずもあるんだけど、おかずもそんなにバカみたいに多いわけでもないしっていうので、まあ、大体私と同じ感じでやってるよなっていうね、状態の人だったんだよね。で、1ヶ月経って、結局ね、変わりなし。変わりなしなんだよね。変わんねえのかと思って。じゃあやっぱりあれだね。なんか痩せたっていう人ばっかりをピックアップしてるけど、実際ね、そうやって結果出る人ってそんな多くはないんだな、みたいので。まあちょっとね、がっかり、がっかりだけど、まあこの生活に慣れてきちゃったんで、まあしばらく続けてみようかな、みたいなところあるんだけどさ。そう、それでだから米の消費が多くなっちゃったからさ、ね、この米が値上がりだなんだ言ってる時期にさ、でね、メルカリだったっけ違う、ヤフオクじゃなくて、ペイペイフリマもなんか名前変わったんだっけまた最近。もうわかんないんだけどさ。まあそのペイペイのフリマだったっけな。で、クーポンが出てたんだよ、確か。1000円以上で200円引きだったかな。で、じゃあね、クーポン最近全然出てなかったのに珍しいから、じゃあね、米でも買おうかなと思って、で、米農家なのかな。まあ、家で食べるように作ってる米だと。で、味見にどうですかっていうので、1キロ1000円で売ってたんだよね。で、まあ、1キロ1000円ってどうも安いわけではないっぽい感じだけど、まあ、クーポン使えるしね。で、まあ、ポイントかなんかもさ、使えるから、じゃあいいかと思ってね、米ないしちょうどと思って。で、買ったんだけどさ。まあ、その米がね、ちょっと美味しくないっていうか残念だったんだよね。ちょうどね、昨日かな、なかなかね、買ったはいいけどね、届かなかったんだよね。届かなくって、なんか1週間ぐらい経ってから届いたんだけど、で、ちょうどうちの米の在庫っていうのかな。まあ、新しく開ければあるんだけどさ、新しく開けなきゃならなかったから、だから、なくなったんで、じゃあちょうど届いたから、これね、食べてみようかなと思って、昨日炊いたんだな。そしたらなんかね、匂いがね、なんか化粧品っぽいような感じの匂いがするんで、
ちょっと美味しく食べれなかったんだよね。いや、これちょっときついなと思って。で、今日は、じゃあ、もち米の時と一緒だと思ってさ、もち米の時はお酒入れたら匂い消えてね、まあ消えてっていうか気にならなくなって、で、食べやすくなったんで、ね、だから、あれ、なんだっけ、酒を入れて炊いてみたらいいのかなと思って、で、酒を入れて炊いたんだよね。昨日の夜だったっけな。今日の朝かな。で、案の定ちゃんとっていうか、まあ、匂いが消えたっていうわけではないんだけど、なんかね、気にならなくて、で、美味しく食べれたんだよね。いや、よかったよと思って。で、夜炊くときにさ、なんか酒の量がちょっと少なかったかなと思ったんだよね。足そうかな、どうしようかなと。だからこれ今足すとなんかドバドバっていきそうだから、じゃあ、一回ちょっと少ないかもしんないけど、酒入ったしなと思って。で、ね、炊いてみたんだけど、やっぱりね、ちょっと酒の量少なかったみたいでさ、匂いがやっぱり気になるんで、あ、ダメだ、これは。ちょっと酒ちゃんとしっかり入れないと、ね、あとはなんかね、匂いとかが濃いもので食べないと、これちょっとね、無理だな、みたいな感じの米で、がっかりでしたね。さゆりさん、今日は今年初めての休日でした。お正月も休めなかったですので、ね、お正月も、人手不足だったっけね。これからどんどん人が減るから、どんどんさゆりさんの休みはなくなっていくんだろうな。年末ぐらいに今年初めての休日でした。とか言うかもしれないな。まあ今年年末まで私生きてないか。7月5日に死ぬ予定だからな。カニタンさん、さゆりさん、マジですか？さゆりさん、カニタンさん、本当ですよ。カニタンさん、労働基準局に作りたい。さゆりさん、研究室なので時間は無制限なのです。ぜひ作りお願いします。そういうもんなんだね。労働っていう、あれ、なんか概念ではないのかな。研究室っていうのはな。カニタンさん、研究室はいっぱいあるけど、さゆりさん、今日は久しぶりのショッピングで、面白 T シャツ、面白 T シャツ買ってきましたを、猫の手も借りたい女というロゴの T シャツ買ってきました。まさにぴったり。それ着て研究所に、毎日ね、出勤しよう。カニタンさん、全部がブラックではない。面白い T シャツですね。二度見しちゃうかも。そっか、そういうのをデザインすればいいのか、すずりでな。で、バカ売れすればそれなりに収入が入ってくるのかもしれないからな。まあ、バズってくれればっていう感じよね。何 T シャツがいいかね、すずりで作るの。そう、だからそうそう。今日は猫の日だからなと思って、すずりの、コメント欄、概要欄のところにある商品ね、肉球マークのものでね、揃えてみたよ、なんとなくな。さゆりさん、私は頑張らない。お前が頑張れ。という藤子さんにぴったりのロゴもあります。ああ、そうなんだね。あるんだね。私と同じ人いるんだね。よかったよ。そうそう。私は頑張らない。お前が頑張れだよな。もう俺は疲れてねえよ。お前が疲れろっていうね、やつだよな。あと何があったんだっけか、今日は。アニマルコミュニケーターと、猫の日と、黒缶と、キャットホイールと、そんくらいかな。結構頑張ったね、今日ね。頑張っちゃったじゃんね。
頑張らんねって言いながら頑張っちゃったな。なんかあれがさ、もう止めるところが多いのもあれだけど、ネジがさ、長いわけよ。だからもう一個のネジをこう、ぐりぐりするのが、まあ長いわけ。で、止める場所がいっぱいあるんでさ、まだ半分ぐらいっぽいんだよ、ネジのね、減りを見ると。こんだけネジがあるということは、みたいなね、感じなんで、まだぐりぐりやらなきゃいけないからさ、いや、今日一日じゃこれちょっと無理だわ、と思ってね、諦めちゃったよ。それさ、あと、目黒にある目黒寄生虫館に行ったとき、真田虫 T シャツもありました。立体的立体的で、触り心地が、真田虫そっくりだそうです。触り心地どういうことどういうことだいやー、ね、ぜひ来て、ぜひ来て、ね、研究所にね、出勤っていうのかしら、行ってもらいたいものだね。もう、なんかほら、研究所の人ってそういうの好きそう違う偏見偏見かなで、何があったっけなカニターさん、そういえば、副業を含めると、週58時間は働いてる私を副業もしてるのかすげえな。ねえ、さゆさん、藤子さんに何年も前からおすすめしてましたが、まだ行ってません。行ってません。行ってません、行ってません。だから、さゆりさん以外にもさ、まあ、場所的にもそんなに遠くないし、で、入場料が安いんだよね。で、しかもなんかさ、クーポンみたいのあったりとかしたっけな。で、だから他にもね、安いからね、なんか近いからみたいな感じでさ、おすすめされたりとかするけどさ、まあ、行こうと思わない。思わないよね。あとね、なんかね、目黒って場所がね、なんか私と合わない気がするんだよ、なんとなくな。まあ、庭園美術館だったっけ庭園美術館があるっていうのを知って、で、そうなんだと思って。で、庭園は別に興味なかったんだけど、まあなんかね、写真撮るのに、まあいいスポットがあるっぽいみたいなのを聞いたんで、じゃあまあ行ってみるかと思って、で、重い腰を上げて、ようやくさ、行ったらさ、その日から閉館で、その日から閉館でさ、行ったら閉館で、と思って。で、何年ぐらいだったっけなんかね、今日から何年間ぐらい、あの、改装みたいので、工事が入るから、やりませんみたいな話でさ、なんかそれっきりなんかね、せっかく目黒なんてめんどくさいところに行ったのに、なんだよみたいな感じでね、なんか目黒って聞くと、ってね、気が重くなるんだよね。でさ、入場料は無料か。無料で動画撮影 OK です。OK なのか。OK なのか。じゃあ、まあ、無料だからね。行く動画撮影。動画のネタとしてな。行ってみるカニタさんもお体大切になさってください。みんな頑張るの好きね。まあ私も今日は頑張ってざまだけど。まあ頑張ってるって言わないのかな、つまりな。つまりは自分のできる範囲のことしかね、頑張らずにやってるよみたいな、感じでしょうかね。さん、藤子さん、目をつぶって、撮影後ですよ。どうなんだろう。見たいのか、みんな。
なんか全然面白い動画が撮れる気がしないけどね。まあ撮影に行くだけはまあ行ったとしてよ。なんか仕上がりが面白くできる気がしない。面白い動画を作れる気がしないんだけど、どうなんですかね。見たいんですかその動画みたいな、感じよ。あとは何があった？ 2 月22日。したっけな。クレジットカードじゃなくて、イオン。そう、イオンペイで、そう、20日30日がどうやら 5% オフらしいんだよね、イオンがね。確かになんか CM でずっと聞いてた気がしたわと思ったけど、まあほら、うちの近所にイオンがないからさ、全然スルーだったわけよね。で、まあ、ポイ活のところで、まあ、できるだけお得にお買い物だとかなんとかするのがいいのかなと思って、昨日調べてたときに、なんかイオンでは、10日、20日30日だから、20日と30日にまとめ買いするみたいなコメントの人がいて、あ、そうなのかと思って、じゃあ今度からあれだ、マイバスでもね、20日と30日に買い物すればいいんだと思って。で、ありがとうデーっていうのがあって、で、10日がなんちゃらとかってあったんだけど、なんか条件を見るとそれが良さそうな気がしたんだけど、なんかそれはどうも対象にならないみたいのが分かって、じゃあ20日と30日か攻めるとしたら、なんか買い物するなら、20日と30日に寄せた方がいいんだな、なんてふうに思ってたんだけど、ふと、なんかあれマイバスって、その20日30日割引になるのかなって思って、で、調べてみたんだよね。そしたらさ、マイバスはそもそもが安いから、割引デーっていうのが、ないんだって。じゃあなんだ、そうなのかと。だから20日と30日は 5% オフになりませんっていうふうに書いてあって、なんだ、そうなんだと思ったんだけど、まあ、ただ、割引の日っていうのはないらしいんだけど、ポイントがね、なんだっけ、5倍になるんだったっけな。だからそれなりになんかあるらしいんだよね。そのイオンで設定してるのが10日、20日、30日、あと5のつく日。5のつく日がなんちゃらかんちゃらってなんか確かあったみたいなんだよね。で、私が持ってるそのアプリで支払いをしてんだけど、アプリだとなんかそれの人専用っていうのかなのポイントアップの商品とかがあるから、まあそういうのを利用するのがいいらしくって、そっか。まあ割引にはならないらしいけど、まあ結局20日30日で買い物をすれば、それなりに何かしらお得があるらしいよっていうことが今日は分かりましたよっていうね、ご報告です。さゆりさん、藤子さん、目をつぶって撮影後、怖いもの見たさって、誰でもありますから、そうか、見たいのかな。じゃあ、面白い動画になるかどうかは知らんけどな。覚えてたら、行ってみるかね。カリタンさん、ありがとうございます。じゃあ、タロットカードタイムにでも行くかで、本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、私たちに必要なメッセージをいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。ふーちゃんもまた、ね、みんな、なんでライブの時は私の後ろに回り込むのかな。カニタさん、寄生虫館はグルメ番組の対局にある気がします。そうよね。ね、そうよね。
と、じゃあ、なんか違うチャンネル、寄生虫チャンネルを立ち上げて、そこでね、発表するのかな。さゆさん、病院では、寒さで外で運動できない糖尿病患者さんが増えていて、薬が不足してきています。あ、なんか薬不足だって言うよね。病院では寒さで外で運動できない。糖尿病患者さんは運動しないとダメっていう感じなのか。で、外で運動できないから、運動したのと同じ効果がある薬みたいのがあるのか、それの薬が不足してるって感じなの。なんかほら、痛み止めとかも不足してるとか言うじゃん。なんか麻酔がさ、麻酔不足とかされたら嫌だけど、とかって思って、ね、それはちょっとやめてくださいみたいのがあるからさ、まあそうでなければ私にはあんまりね、関係ない、おそらく。おそらくあんまりあれかなと思うんでね、その薬不足のところは特に危惧してなかったんだけど、いや、麻酔とかやめてほしいな、みたいなね、感じだよね。久しぶりにす。カニタンさん、間が長いそうなんだよ。その間を埋めるための話のネタがさ、まあ頑張っても思いつかないんでね、困ってる感じでございますよ。さゆさん、おっとっとてん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 。あと何があったかな、なんかあったっけな、今日な。ご飯が美味しくなかったっていう話と、もう寒くてな、買い物行けなかったよっていう話と、あとなんかあったっけな、カニタンさん、プリン食べたい。醤油かけて食べてみよう。なんか、きゅうりに蜂蜜かけるのは全然メロンの味はしないみたいじゃんか。で、まあ、プリンに醤油はまあまあみたいな感じらしいよな。で、海苔に、みかんと醤油、だから醤油をかけたみかんを海苔で巻いて食べるといくらなんだって。で、それがまあ一番近いかなっていう感じらしいな。そうなんだっていう感じ。まあ、海苔、醤油、みかん、まあ、食感がっていうことなのかね。海苔がまあ、磯の香りで、で、まあ、塩分で醤油で、で、みかんは食感なのかね。さやさん、藤子さん、プーですよ。はい。プリンでプーだったのか。大変失礼いたしました。全然気づかなかったよ。だって、ストップって言ってくれっつってんのにさ。なんか、知恵なんだ考えないと。なんでクイズみたいになっちゃってるわけ？失礼いたしましたよ。じゃあ、ストップね。はい。じゃあ、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。じゃあ、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃん。なんだこれ。3人ね、のあれだ。女子会のカードだ、これな。女子会だな。今日はあれか、久々の休みでも、ね、女子会をしたわけではないのかな、さゆりさんはね、自分だけお休みだったよっていう感じだったのがね、今日はね。ふみたんさん、そうそう。さゆりさん、ナイスですね。私だけが気づかなかった。
みんな気づいてたのにな。大変失礼いたしました。カップの3。視界が逆になってるってどういうことなんだろうな。カップの3。出てくるかな。逆位置アドバイス。逆位置で出た場合のアドバイスとしては、次のようなものがあります。焦らずに相手との関係を少しずつ築いていく。友人や家族との時間を大切にし、コミュニケーションを深める。自分自身を解放し、他人との関係を築くための心の壁を取り払う。社交的な活動やイベントに積極的に参加し、新しい人々とのつながりを築くはね、苦手なことをやれっていうことなのかな。これはどうだ？動画のやつか。これはどうだ？カップさんの意味。恋愛のタロットか。恋愛しかないやつか。これかな。カップの3。基本的な意味、正位置か。正位置。逆位置の意味。失敗、瞑想、曖昧、もやもや、悩み、不調和、コミュニケーションが取れない、不安定、混沌、気力低下、無関心、受け身、マニュアル的な、雲行きが怪しい、想定外、全体での解釈、好奇心が旺盛になりやすい時期でもありますが、自分のやりたいことに優先順位をつけて、一つ一つ実行していきましょう。はい。一気に何でもやりたいという気持ちは大いにわかりますが、無理がどこかで生じてしまいます。体が快適な状態だと、遊びや趣味をもっと楽しめますよね。そうですね。自己実現は生活を潤す大切な要素です。自分や生活を大切にしつつ、遊びや趣味を楽しんでメリハリのある生活をしていきましょう。はい。というわけで、本日のタロットカードの意味調べるの会は、やりたいことをね、やっていいんだけど、いっぱいになるとそれはそれでまた大変だからね。それもほどほどにで、計画的にね、みたいな、そういう意味だったんかね。はい。参考になりましたら、幸いでございます。ゆりたんがクータ足を舐めている。前はもうずっとクータはゆりたんにね、しつこくストーカーのようにひっついてたけど、いつの間にかね、逆になったもんな。ゆりたんはなんか寒いんだね。くっつきたいんだね。だから前はちょうどくっついてくれてたからよかったんだろうけどな。くっついてくれなくなったら寒いんだね。だからくっつきたいので夜もさ、ぐーちゃんとクータがさ、私のここでさ、くっついて寝てるわけよね。その間に入って。で、みんなして団子になって。なんでと思って、夜ね、夜中寒いだろうに、さ、こたつの中から出てきて、みんなしてここで団子になって寝てるからさ。だったらこたつの中に入ればいいんじゃないのみたいなね、状態で、どうかすると、まちゃんもいてさ。でね、なんか、たまちゃんもいたりとかするときがあるんで、あれと思って。なんでみんなしてここで団子になってんだよと思って。ね、だから寒いからくっつきたいんだろうにさ、どうしてっていう感じよ。そうだから夜中ちょいちょい起きるんだよね、そうやってさ。で、昨日からその恋活のアプリでさ、その夜寝てる時のなんか睡眠のなんかのアプリがあって、
なんかそれでもポイントもらえるらしいんだよね。で、それは知らなかったんで、寝てる間になんかしてるっていうのはなかったなと思って、それをさ、入れてみたんだよね。で、昨日、今日っていうのかな、初めてそれをさ、やってみたんだけど、で、寝るのがだいたいライブ終わってから11時半ぐらいに寝て、で、朝7時ぐらいに起きるみたいな感じなんで、それで設定してさ、その後 YouTube 見たりとかさ、あともう猫がね、ニヤニヤ泣いてたりとかするけど、こんな状態でこれね、測定できんのかなと思ったんだけど、なんかちゃんと測定してるみたいなんだよね。だから、そうなんだと思って。で、結構やっぱりね、ちょいちょい起きてるわけよ。そりゃそうだよ。猫に散々起こされてるから夜中にね、なんか5、6回ぐらい起きてて、そんくらいは多分起こされてると思うみたいな感じなんで。で、レム睡眠とノンレム睡眠とあるじゃんか。で、結局のところ、横になってる時間は、7時間何分とかだったかな。で、寝てる時間は、トータルで5時間、何分とかだったから、そうなのかと。思ってたよりは寝てないんだね、みたいのが分かったのが、ね、ちょっと面白かったかなっていう感じ。どこだっけ。ナイスですね。さゆさん、女子会は今年はまだですね。バレンタインデーは女子同士でチョコの交換しましたよ。そっか。バレンタインデーあったんだね、そういえばね。さゆさん、糖尿病の患者さん用の運動療法。ラジオ体操が良いかなと思って CD 探して20人の方に挑戦していただきました。CD なんかあったんだね。そっか、でもラジオ体操っつったら、古いのかな。で、CD なのかね。20人。実験なのかな。てんたまさん、遅くなりまして、こんばんは。ボンソワ。本日もしぶとくやっておりますよ。ラジオ体操第一なのですが、噂によると、幻のラジオ体操第4があると聞いて、びっくりでしたが、ご存知ですか？その CD には、ラジオ体操第4は入ってなかったのかな。なんか噂にうっすら聞いたことがあるような、ないよなっていう感じだな、それな。てんたまさん、けんもちさん、お久しぶりです。さやりさん。幻という割には YouTube 動画がありまして、そうなんだ。探してみようかね、じゃあね。カニタンさん、てんたまさん、こんばんは。てんたまさん、カニタンさん、こんばんは。さゆさん、てんたまさん、明けましておめでとうございます。お年玉ください。さゆさん、てんたまさんは今年初めてお会いします。そっか。てんたまさん、2月も終わろうというのに唐突なお年玉要求相談、2月終わるんだよね。来週はもう3月に突入してんだよね。さゆさん、高松オフ会の時にいただきます。しっかり覚えてるからね。さゆさん、高松オフ会はいつでしたっけ？てんたまさん、幻の高松オフ会。高松オフ会はいつですか？カニタンさん、ラジオ体操第4。真ん中の人、ツッコミどころ満載そうなのか面白いんだ。それちょっと探さないとな、後でな。サリさん、ラジオ体操第1は小学校の体育の時間に行いましたが、第4は聞いたことありませんでした。そうだね。大体、第2はあった気はするよね。で、やったことも多分あるとは思うんだけど、普通に何も特に見ずできるのが第一だよな。で、第二はなんか音楽も確か違ったよね。で、誰かやってるの見ないとできないみたいな感じだった
気がすんだよね。だから第3は全然わからないよっていう、ね、レベルだな。それを飛び越して第4もあるんだね。うーんと、第4は聞いたことありませんでした。藤子さん、宅での、草屋の干物会も楽しみにしてます。だから、宅ではやらねえよ。そう、昨日じゃない、一昨日だっけ、千葉行った時、千葉行った時、そうだ、千葉行ったんだ。千葉行ったんだけど、船に乗れるってやつだったんで、そりゃぜひ船に乗りたいっつって、横須賀に行っちゃったんだよね。で、まあ、横須賀に行ったせいかもしれないんだけど、草屋が売っててさ、出た草屋と思って。出た草屋とか思ったらね、呼び寄せちまったな、張本人な。テータマさん、草屋オフ会は永遠の輝伝説になりそうだな、ある意味な。さゆりさん、ラジオ体操第4、お年寄りの方にやらせたら、首の骨折患者だらけになります。あ、そんなに首使うのか。じゃあ若者向けになるのかな。まあそういうのを危惧して、第4は幻にしたのかもしれないね。お蔵入りにしたのかもしれないね。そうすれば今日見てた、なんか整体師の、YouTube なのかながあって、で、原因はわからないんだけど、散々何年間もいろんな病院に行って、で、結局最終的に、なんだっけ、パーキンソン病なんじゃないかっていうね、結果になったっていうのが5年ぐらい前で、みたいな患者さんがいたんだね。で、まあ、バランスが悪くって、しょっちゅうね、転ぶんで、なんかしょっちゅう背骨を骨折してるとかっていうので、その骨折のせいで痛いみたいな人がいたんだよね。で、その整体師がなんかゴッドハンドなのかわかんないんだけども、この人が言うには、なんか顔を見ると、パーキンソンかそうじゃないかっていうのはわかるらしくって、なんか鼻がパーキンソンの人は左に曲がるとかって言ってて、で、顔を見ると鼻はまっすぐなんで、パーキンソンではないと。でね、寝て、で、あばらの骨が右側だかなんかが、なんか上に上がっちゃってバランスがこうなってんだよね。で、これは誰でも別に10回ぐらいさすれば元に戻るとか言って、なんかね、戻るんだよ、本当にさ。すげえなとか思うんだけど。で、それがなんでかって言ったら、薬の、毒っていうのかな、副作用っていうか、で、腎臓に、毒が溜まってて、こうなってて、で、そのさすって戻るんだけど、それでその腎臓の毒も、流れるから、みたいな。そんなんでいいんだ、人間の体って、みたいなさ。まあでもそうね、空港に行く、プライオリティパスか。プライオリティパスで、なんだっけ、マッサージ受けた時の人もさ、なんかね、内臓に、なんだっけ、右側だっけか。右側に内臓がないとか言われて、はぁみたいな感じだったけど、ね、30分で短いけど、まあ戻せますからとか言われて、はぁっていう感じで。でね、戻りましたとかって言われて、何それみたいな感じだったけど、ね、人間の体ってそんな感じなんだっていうのがさ、まあ驚きだったね。どこだっけ。えーっと、骨折患者。ぜひ、天玉さんの自宅で行いましょう。そうだな。さゆりさん、第4は中国雑技団とか、体操選手でないときついです。あ、そうなのか。だんだんあれか、難易度が上がっていくっていうことなのか。第1、第2、第3、第4とな。
で、そっか、普通の人はできないレベルになるから、第4は幻なんだ。てんたまさん、草や焼くのもラジオ体操も外でやるものですよ。そうだな。さゆさん、パーキンソン病は不治の病ですが、あ、そうなんだ。治療で進行を遅らせることはできます。ああ、そうなのね。てんたまさん、その通りですね。不治の病だったんだね。でもまあ、パーキンソン病ではないみたいだったんで、なんかその生態で治っちゃったよね、その人はね。で、結局その人の、不調の原因は、咀嚼咀嚼だったんだよね。うわーと思って。咀嚼か、それ分からず、ずっとね、まあ、放置っていうのがね、そのままなったわけじゃんか。原因分からないっていうことでさ。咀嚼は治さずずっと過ごしてたってことだから。まあ、それのおかげで体そんなになっちゃうんだねっていうのが、いや、驚きでしたね。でもさん、その通りですね。パーキンソン病ひどくなると、勝手に手が動いて、赤信号でも止まることができない方もいました。ああ、そうなんだね。あえて草屋は室内で、はい。二度と住めなくなっちゃう。もう本当の意味での事故物件な。はい。というわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、この言葉をみんなで一緒に3回言いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。みんなの波動が上がれば、世界の波動も上がる。地球のために言うぞ。はーい、アファメーションタイム。では、いきますよ。せーの。ああ、よかった。よかった。はい。室内で草や焼いたら匂いでパーキンソン病みたいに、ね、なっちゃいそうだよね。鼻曲がっちゃいそうよね。さゆさん、テンタウさん、うまいですね。うまいよな。パソコンがこう、やばいやばい、人事じゃないな。うちもだな。カイザーさん、草やオフ会なくなってよかった。なくなったんだ。なくなってよかった。カニタンさん、まだ終わらんよ。よかった。完璧。というわけで、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。